作る幅広げればスケール引っ掛けれるので。あやの故障がアイディアがすごいですね。こっち。そうですね。めっちゃ明るい。結構明るいですね。いいですね。腰道具にこうやってつけといたら。武器なんですよ。お、怒られるですね。で、それで綺麗にいくため用にもちょっとヘラも改造してあるんで、これはガラス屋さんにこれを教えてもらいました。あやんからしたらもう嬉しいですね。ついに見つけたって感じでした。ブライト900っていうめちゃくちゃ削れるやつです。スルーナイトっていうやつなんですけど、違うんや。このスケールに違和感を覚えないですか？お疲れ様です。あややんの腰道具はね、この前、もうあれいつでした？大方1年。1年前ぐらい。まあ、もともとこれがベースだったんですよね。前のやつは。そうですね。作り方似てますね。このベルトループとかも一緒。ベルトの。前のは前ので、状態でまだ家にあるんですよ。おるんですか？はい。ほうほうほう。ということで、前の動画はまあ、こっちに置いとくんで、振り返りで見てもらったらいいかなと思うんですけども、その頃からね、新しいの組もうと。そういうことで。これをまず作ろうとやったはずですよね。そう、これがあの時にはもう注文してあって到着待ち状態です。で、みんなが赤タグ作り出してるのを見て、そうですね。勢いで買っとったんですよね、これ。そうですね。まあこれを組むにあたってどう組もうかなっていうシミュレーション的なのも含まれてこっち作ったっていう感じですね。っていうことですね。はい。まあ今3つあるけど、多国籍はもうほぼ使っ多国籍はまあ雨降る時とか外用で。これも外用ちゃうんですか？これも外用のやつだったんですけど、この辺革にしちゃったんでまあ使うことないですけどね。まあこれが今一番使い馴染んじゃったんで、もうほぼほぼこれがメインになってますけど。稼働率が一番高い。そうですね。これがまあその家とか新築とかですか？そうですね。汚しに仕上げとか、まあ仕上がってるところのちょっとした改修工事とかで、多分だいぶ長くなると思うので、まずこっちからいきましょうかね。そっちからいきますか。赤タグのやつですね。まずこのやっぱり補助体が目立ちますね。そうですね。この補助体はまあ前の腰道具と同じように自分でこのワンタッチのベルト見つけてきて作ったやつなんですけど、今回ちょっとあれと違うのが、この中状体自体がここのこのサポーターとメインのベルトのズレ止めが普通縫い付けてあるんですけど、このデンさんのやつここボタンで外せて動かせるんですよ、自由な位置に。こいつを違う場所に動かせるんですね。そうなんです。で、こいつがその稼働できるのもあったので、まあこの補助体を止めるためのベルトループを、これも普通のタイダウンなんですけど、まあ Amazon に見つけて、で自分でこいつにミシンで縫い付けて、で2個1にしてるんで、普通やったらこれとまたこういうのがあるから2列分のスペースいるんですけど、これ縫い付けたことによってこの1列分のスペースでいけるようにやっちゃいました。これのスペースってどうしようもないですもんね。どうしてもね、これがないとやっぱこれがずれちゃうんで、必要なスペースなんでね。それをまあ有効活用したんですね。そうですね。これはこういう短いので売ってるんですか？この対談ですか？これは2メーターのやつを買って切って炙ってほどけないようにして、あとはもうミシンでちょっと補強したりとかしてループ作って通してるんです。でオレンジで探して、ミシンとかできるんですね。そうですね。ちょっとしたことやったらすごいな。ちょっとこれ真似したい人はあややに連絡してください。ここをわざと通してるんですか？そうですね。まあレベルホルダーちょっと大体みんなアルミのやつとかでここにアタッチメントつけてするんですけど、ちょっと革ね、せっかくなんで使いたかったんで、どこにつけようかなって考えた時にちょうどここスペースあったんで、ここにパイプ入れてでぶら下げるようにしてます。すごい。でもさっきと同じ原理ですよね。そうですね。これとそうですね。ちょうどここ輪っかになってるんで、この隙間にこれをボルトを入れたみたいな。そうですね。場所的にも取りやすそうですね。腰袋の間ぐらいでちょうど取れる場所なんで。いきなりすごいアイディアが来ましたね。サックいきましょうか。いきます。これはニックスにそんなに詳しくない僕も気づいたんですけど、ところどころこのそうですね。これチタンの補強プレートですね。曲がってくるんで、赤タグには普通は入れれないんですけど。入れないんですか？そうなんです。ちょっとこのニックスのこのワッペンが裏まで塗ってあるんで、入れようと思うとこのワッペン一回ほどかないといけないんで、普通は入れれないんですけど、ちょっと強引に入れてます。ワッペン一回外したんですか？
外さずに、はい。ワッペンのこの横の部分のこの裏地だけをほどいて、縦だけで今止まってるんですよ。はあ、はあはあはであと剥がれないように裏から接着剤入れて接着剤で貼り付けてる状態ですね。今はもう補強プレート入りか補強プレートを入れる前提の赤タグばっかりになってるんで、もうこの技使わなくてもプレート入れれるようになってるんですけどその時はそういうのがなかったから、そうですね、無理やりというか。そうなんです。補強プレートはこの間に入ってるってことですか？これ裏、縦に裏見てもらったら分かるんですけど、ここに入っておお、ます。ほんまや。がっつり入ってる。はい。これいるんですか？補強プレートっていうのは。やっぱりね、この特にペンドラ刺してるとこはないと、ここやっぱ反り返ってくるんで、ビあーットがね太ももに刺さるんですよ。ありますね。これ入れることによっても全然刺さらなくなるんで、あーもう現場の中で歩いてても全然足が痛くならないんで。補強プレートと繋いでるんですか？そうですね、ここは穴開いてるんで、このハトメでかしめて留めてます。ここは直焼きですか？はい、自分で炙りました。チタン。チタン。へえ。チタンなんで、せっかくなんで炙ろうと思って綺麗ですね。焼きました。なんで、こっちも入ってるんですけど、こっちちょっと焼きすぎちゃったんで、もう白くなってますけど、ああ。失敗ってことですか？失敗ですね。ちょっと難しいんですよね、加減が。今オレンジのパイプも売ってるんですか？ミックスは。いや、それは自分であまり大きい声で言えないですけど、自分でアルミのパイプ1メーターとかで、はい、それで塗りましたね。そういうペンドラも売ってるんですね。そうですね。あ、確かに太さがちゃいますね。そうなんです。ちょっと細いんですよね。純正のパイプがね、これも純正じゃない。これはこの中に純正のパイプ通すんですよ。お通せるようにちょっと太めの直径になってるはあ、んで。はあはあはあ、まあ言うたらもうこれは見栄えですね。そうですねい。らんちゃいらんってことですよね。あ、いや、これの中にこのチェーン通して、これでぶら下げるようになってるんで、この補強プレートに先地にこの輪っかがついてるんですよ。これは純正ってことですね。そうです、そうであ、そういうことか。す。で、この中にアルミパイプ入れて、ボルト入れて、吊るすための、このループ部分ですね。ああ、はいそれでチタンなんですね。そうなんですよ。これも、あれですか、改造バージョンですか？そうですね。これは、まあ、いわゆるマスダ式ですね。今はもうね、出てるんですよね。出ましたね三段にできるやつ、はい当時はなかったから、そうじゃなかったんで、この増田さんがやってたんで、アイディアを頂戴しまして作りました。こういう感じになってます。まあでも別に普通というか、もともとはここになんかあるんですよね。もともとね、ここにベルト通すんですよ。ああ、そっかそっかそっか。チェーンタイプがないんで、これチェーンタイプじゃないのに、はいまあ、チェーンくっつけてる状態なんで。無理やりやってるんですね。はいで、こんな長いボルトも売ってるもんなんですね。この長いボルトは、売ってますね。5ミリのボルトがちょうどなんで、はあはあミックスはのボルトの太さなんで、あ。はいはい。それをホームセンターで買ってきて、へえ。で作ってます。このパイプとかも、それは、自作ですね。で黒で塗装ですか？そうですね。それ塗ってるだけですね。これに入ってますね。革のベルトループにこのハトメでフックくっつけて、ここにビニールテープ引っ掛けるようにしてますね。これ、キットあるんで、専用の工具もついてるんで、はい。結構簡単にできるんですへよ。え。アマゾンでワンセット1000円とか安いですあるんで、ね。はい。で、ここにスペース節約で、そうですね。スケール引っ掛ける状態のこの変わったスケールですね。それもちょっと改造してます。田島なんですけど、はいちょっと僕の改造が入ってるんで、どうやるんですか？これはね、ここがへこむんで、このへこむところにフックを引っ掛ける。おー。なんで普通のセフじゃなくて引っ掛けれるようになるタイプのそうですね。金具なんですよ。取るときはこうか。そうですね。これは前の腰道具から使ってるやつですね。これは何のためについてるんですか？ここにね、ちっちゃいこのパーツボックスあるじゃないですか。ベルトに引っ掛けれる蓋ついた透明の。ね。圧着とか入ってるやつ。そうです、そうです。はいはいあれを、ここに引っ掛けるんで、ため CD 入に、れたり。そうですね、のためにこのループベルクロ、通信屋さんが使ってるケーブル束のやつですね。それをしてます。ここに必要な時はかけると。そうですね。これもなんかやってますね。レベルホルダーを上下逆付きにして、ちょっとパカパカしないように印白く留めて、ペン入れにしてるんですけど、上下逆っていうのは。このベルトループがね、ほんとこっち下なんですよ。で、それを上向きにして、ひっくり返して止めてるっていう、これも、増田さんがさっきやってたんで、マスダ式。増田式。これは普通の赤タグの。赤タグのこれにセットのやつですね。セットですね。はい。まあ、本来ならば、これがこういう風にあって、ブラーンとなるっていう。そうですね。なるんですけど、それをひっくり返してうん上向きにしてる。確かにね、これだけで一箇所取られたら、うんちょっとあれですもんね。他の道具を入れにくくなるですもんね。そうなんですよね。これええな。どうしてもね、右手にね、やっぱペンホルダー欲しかったんで、で、ちょうどいいのがこのレベルホルダー入れやったんで、ただまあこれちょっと深いんで、はいこのままペンとか入れると中まで入りきっちゃうんで、これそれがあるか中に今スポンジ入れてるんですよ、そこ。止めるとこね。はい。
あ、ほんまやったらこの辺まで。これはまあまあいけるか。このマッキーとかがねこんなんなるんですけど、あ、取りにくいね。だからここでつままないと取れなくなるんですけど、これ今ここで止まるようにしてるんで。へえ。これ自体は何ぐらいなんですか4000円ほどですね。4000円で、これもついてるんですか4000円で、チェーン、これちょっとチェーンアルミに変えちゃってますけど、普通鉄のやつがついてますね。リーズナブルにというか、カスタマイズできますね。そうですね。これいいですね。結構レベルホルダー入れは使い勝手よくて、ちっちゃいアッペンなんかもここ入るんで、これぐらいのハンディサイズのやつです。あれなんかスポンと綺麗に入るらしいし、でランかしめるやつもちょうどいいサイズで入るらしいんで、みんないろんな使い方してますね。これはいいですね。俺も買おう。これもじゃあ同じ。そうですね。でこれも普通やったらここまで入っちゃうんで、スポンジ入れて取りやすい高さに。どこで買うんですかスポンジは？ホームセンターとか行ったらゴム板とか売ってるコーナーの横にそのウレタンの塊が売ってるんで、これちょっとワックス塗ったりする用のスポンジがいいやつなんでそれ切ったんですけど、ちょっとこう固めな。そうですね。弾力性のある、ウレタン系のスポンジを買って、大体これの大きさ、プラス2ミリぐらいで買ってギュッと押し込んどけば、ひっくり返しても落ちてこないんで、これちょっとちっちゃめにしてるんでちっちゃくしたらこうなっちゃうと。そう、すぐ出せるようにして。ここはね、レベルホルダー以外、アッペン入れたりすることもあるかなと思って、すぐ出せるようにしときたいなと思って。流動的に。そうです。いろんなことできるように。そうなんですよ。こっちはパツパツにしてるわけです。こっちはもうペン固定したかったんで、ぎゅうぎゅうで入れてますけど。ここはインパクト。ここインパクトかけですね。で、これも、こいつのこの上の部分なんで、レベルホルダーの。へえ。もともとこれついてないんですよ。なんで、自分でこれアルミ曲げて作って、リベットで留めて。これフラットバーですか？フラットバーです。フラットバーを器用に曲げたんですね。そうですね。ペンチで曲げてして、で、裏に当て板入れて、リベットでかしめてっていう。要するにこういうこともできるんですよね。これはちょっと横幅が無理か。そうですね。ちょっと横幅が足りないかな。でもこのインパクトの裏を。そうですね。これ作る幅広げればスケール引っ掛けれるようになるんで。あやの故障はアイディアがすごいですね。改造したとこといえばこのナイフサックですかね。このナイフケースがもともとこのチェーンタイプ用じゃなくてこのベルト通すタイプなんで、ここが広いんですよ。ベルト通せるように開口部がね。そういうことね。それをチェーン通すと、持ち上げたりとかするときにこう動いたりするんで、ちょっとそれ鬱陶しいなと思ったんで、中接着剤塗って圧着してもうパイプの幅にしちゃったので、だからもう持ち上がらないんですよ。すげえ。ちょっと抜きやすくなってます。これ革なんですね。そこは革ですね。これ布のやつがないんですよ。そうなんですか。長さが結構バラバラというか場所によって違うじゃないですか。なんでなんですか？ベルトをつけた時に自分の手の届きやすい、抜きやすい高さをいろいろ組み合わせたら今このまちまちの高さになったんですよね。そうか、これやったら近すぎたらここにすぐ当たるから。そうなんです。取りにくいからちょっと伸ばしてここのクリアランス取ってるのと、これもペンチもあまり背高いとちょっと抜きにくかったのもあって、でペンドラ入れはここが長いんで、最初2段にしてたんですけどちょっと下すぎたんで1段抜いて上に持ち上げてます。3段のダストカップ、3段の腰袋、3連のサック、インパクト&ドライバーで3連。これとこれは同じですね。同じですね。でナイフ刺し、あとハンマーが刺さってたり、ソケットがあったりってことで、結構今まで道具以外のサックとか取らせてもらったんで、次回は道具編いこうと思います。ってことで、引き続きありますので見てください。ありがとうございました。お疲れ様です。ちょっとあややんの腰道具が結構カスタマイズしてるところが多かったんで、道具にたどり着く前に結構長くなったんで、今回道具編は道具編でいこうと思います。ってことで、いろいろ道具、つけられてるんで、見ていきます。これ何するやつですか？これはね、もう最近流行りのLED の充電式のライトなんですけど、これ結構明るいんで。普段ね、ヘルメットにヘッドライトつけてはるじゃないですか。なんでこんな別でいるんですか？ヘルメットがいらない現場とか入った時とかに、あと懐中電灯だとちょっと局所的だったりとかするんで、これ結構スポットで照らしてくれるのと、あとフックになってるのとマグネットついてるんで、バン触る時とかバンの蓋に貼り付けてとかできるんで、これが結構便利で、あとこれUSB のタイプ C で充電できるんで、電池交換いらないんで、電池ちょっと切れても車で現場移動する間に
十分充電できるんで40分ぐらいで満充電なのかな。あとねこっちそうですね。めっちゃ上がる。結構上がるですね。2段プラスフラッシュなんです。ちょっとタックルさん見てみましょうか。ちょっといいですか。今ねここの部屋の電気は消してるんですけど、3段階2段階。2段とフラッシュ。これすごいわ。普通に見えますね。何本ぐらいですかこれ。それでAmazon で買うと2個で1000円とか。あ、安っ。なんです。リーズナブ結構ねこれね売ってるお店によって、ル。はい。売ってる場所とかによって値段まちまちなんですよね。最安がその2個で1000円クラスが最安でしたね。一番高いとこやったら1個2800円。多分物はほぼ一緒だと思うんですけど、慎重に選んだ方がいいってことですね。そうですね。これだけついてるのは何なんですか。あ、それねちょっと外れたんです外れて、行き場所なくなってまたつけてる状態なんですけどこの青いのは何をするやつですか。これは3部のずん切りのネジ目を直すための、タップですね。ちょっとネジがダメになってるやつを修正するみたいな。そうですね。よくずん切りカッターとかで切っても刃が悪くてナット入らないってなった時にこれでちょっと一回通してやったらネジがきれいになるんでナット通るようになるので、それのためのものですね。これいいですね。腰道具にこうやってつけといたらそういう時ってふと訪れますもんね。そうなんですよねもうでそれ結構イライラするんで、加工場まで取りに行くのもだるいしね。そうなんです。これはやっぱ1個あると便利です。絶対電気屋さんでずん切り触ると思うんでね。これは後付けですか。このフックというかこれはもともとこれは例のさっきの水平器のあれですよね。そうですね。でこれもともとハンマーサックベルト通せるようになってるんですけど、溶接もしかして。いやこれリベットでちょん切ってリベットでこのベルト通すベルトループの部分を切って縮めてチェーン通せるように金具つけて合体させてるだけなんで、なんかそういうことになってますね。はい結構ゲテモノなことしてますけど。ソケット多ないですか。ソケット多いですなんでなんですか。やっぱ店舗とか、はいちょっと改修工事やってるとどうしても穴開けたりはいとかが多かったり、いやこっちのソケットです。プラスばっかり3つもあるからでここにも1個ついてるでしょ。そうですね。4個もある。これはこいつはペンドラ用の予備ですね。予備。たまにこれなくなるんで、予備が1個でこれマイナス兼用なんです。でこいつはこっち3番なんですよ。はいはいはい。3番と2番なんでそれで刺してます。そういう分け方をしてるんですね。でタケノコ2種。これはずん切りの直しですか。そうですね。これはバリ取りですね。ずん切りのベッセル。ほんならこれもあるじゃないですか。もう先っぽだけやったらもうこれでいっちゃうと。それでいっちゃいますね。途中がやられたらこれでいくと。そうですね。もともと天井で垂れてるやつを切ってちょっとバリ出た時はもうこれで一気にガーッとペンドラでいっちゃいますね。これはボードとかをやってるんですね。そうですね。最近ちょっとボードやってるんで真っ白になってますけどでこれが店舗で穴開けることが多いんですね。そうですね。なんでタケノコと5ミリとずん切り触るんでずん切りの目直しとが上がってます。あれですね。閉める系あんまりないですね。ソケット。ソケットとかはね使う都度に出してくるんでそこまでしょっちゅう使わないんで今外れてますけど、17だけはね刺してあるんですよ。17黒金がおるんですね。はい、17黒金のレース用がいます。ここももう一個ぐらいさせると。そうですね。こいつ一応予備で開けてます。だから19入れるんだったらここに19が来たりとかしますね。鉛筆多いですね。鉛筆多いですね。こんないりますか。これは全部いるんですよ。なぜですか。全部これ一緒じゃん。これ色が違うんですよ。ほんまや。黒と赤と白があって、で黒普通書くの黒なんですけど、ちょっと黒が目立ちにくい時に赤使ったり白使ったりするんで、黒いねショップラインとかモールとか扱う時あるんで、そういう時に赤とか白に登場してもらうんで、もうこれ刺さってます。で基本というかよくみんな持ってるマジックがあったり。そうですね。これ太マジックですね。太の黒。あとボールペンですね。トミネ。これは KY 書いたりするのにね。そうですね。いますし。ありがとうございます。危険予知の書類。空気読まれへんちゃう。懐かしい。今使えへんねん KY。あいつ KY やなとか言わへんね。死後なっちゃったですね。で
ここは刃物コーナー。刃物ですね。ナイフホルダーですね。どっちも使うんですか？このカッターナイフと電光ナイフと。そうですね、どっちも使えますね。なんで使い分けてるんですか？まあ電線太ももとか抜いたりするときは主にナイフ使うんですけど、はい VA も裂いたりするときナイフなんですけど、段ボール開けたりとか、コブそうですねとか、そういうの切ったりするときはやっぱカッターナイフですね。段ボールをねあんまり切りすぎると切れ味悪くなるんで、はい。またナイフやったら、ね、研がないといけなくなるんで、そうですね。そういうときはもうカッターナイフでいきます。そのくるくるめんどくさくないですか？これですか？はい。これ使ってないですね。でしょ。それなくなったりするしね。そうなんですよね。でこれ逆ネジなんですよね。ですよね。なんかややこしいですよね。そうなんですよ。あんなもんロックはしないと。ロックは基本しないですね。だからロックするような力入れる作業をカッターナイフでしないんで。危ないしね。そうですね。そういう時はもうナイフでいくようにしてますんで。まあ軽作業向けですね。そうですね。段ボールのこうテープピッとやったり。そうですね。とかあとは石膏ボードをちょっと直線的に切ったりとかする時用にカッターナイフでいきます。はい。これは定番のというか昔からある不二家ですよね。そうなんですけど、はい。ペンチは違うんですけど、ほんまや。ペンチはこれ違うんこれですよ。黒金しかなかったんじゃん。これ黒金なんですよ。黒金のグリップを、はい。従来の不二家のやつに入れ替えて、不二家怒られるっすね。ちょっとね大きい声で言えないがへえ、わざ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 黒金を取ったんですね。もったいないというコメントはどんどんください。ある意味斬新で、ほんなら不二家の同じような形のペンチのも持ってるってことですね。あります。それをこうビューンと剥がしたと。そうですね、抜いて入れ替えて抜けるんですか？抜けますね。ドライヤーでずーっと炙って、はいでグリップ性のいい手袋でズボッと引っ張れば抜けるんで、でまたそうですね、で熱いうちにまた入れればそれで接着剤固まってくれるんで。すごいな、おもろいな。このペンチが良かった理由はやっぱここのネジ直しがね欲しかったんで。しかもこれ磨いてません？いや、これもともとのメッキです。こんなピカピカやったかな、黒金のやつって。使い込むと多分いい感じになるんでしょうけど、まだこれ新しいんで。そういうことか。はい。へついこの間ストーリーにあげてました。そうですね。え。もう1ヶ月経ってないかな、まだ。これは面白い。これは？それは電光名人ですね。不二家のニッパー。これは普通の普通のニッパー。それはもうその状態で。はい。キャップつけてるぐらいですね。キャップつけてるぐらいです。ゆうさんとちょっと東日本行った時には、これは誰もしてなかったですよね。してなかったですね。関東では流行ってないみたいですね。何ですかそれってみんなに言われる。でもこれっていりますかね？いやー、正直ファッションですよね。ファッションですよね。そうなんですよ。これ聞かれたことがあって、それって何のためにやってるんですかって言われて、特に意味はないなと思いながら。なんか一説によると昔はよくこのケツが破れおったからそれでかぶせてたっていう話あるみたいなんですけど、今はないみたいですけどね。関西の人はよくやるの。結構やってる人おる。俺もやってた。うん。なんか取れて勝手になくなったりもするしね。そうなんですよ。知らん間に。で、ここがペンドラとドライバー。はい。このペンドラとドライバータイプ使ってる人珍しいというか分かりますよね。ペンドラだけなのか。そうですね。このタイプするとやっぱこんだけ飛び出すんで、はい特に僕長いの使ってるから余計なんですけど、刺さるから嫌っていう人もいるし、やっぱ分けときたいっていう人がいるんで、このタイプのサック使ってる人は珍しいですよね。あえてなんでこれに。やっぱちょっとね、やっぱスペース有効に使いたかったっていうのもあるんですけど、この3段2個入れたかったんですよ。そうなるともうちょっとニックスのラインナップやったらもうこいつしかドライバー入れれるのがなかったんで、ドライバー入れてニッパー1丁かニッパー2丁っていうのあるんですけど、3段がなかったんで。そういうことですね。はい。これは自分でやったやつですね。これはクラインを煮込みました。クラインさんはね、もともとこれ黄色なんですよね、確か。そうですね、黄色ですね。だけどこれは SDN 取るんですか？ SDN です。 SDN でオレンジに煮込んではい。ピカピカしてると。山田さんにあげてたやつですね。交換したんか、黄色。交換してうちにやってきた黄色がまたこの色になりました。結局はい。クラインのドライバーってはい高いじゃないですか。高いです。なぜ良さは？やっぱこの先端がやっぱクライン強いんですよね。舐めにくいっていうか飛びにくいっていうかなんで、ちょっと型って滑っても先端かけないんで、寿命が長いっていうのはあるかなと思うんですよ。ただグリップが樹脂なんであんまり力入れるとここから割れてっていう人はよくいるんですけど、
でまあそれを加えてもどっちかっていうとクラインが好きで使ってる人の方が多いかなと思うんで、ファンじゃないですけど、昔使ってて一回割れてそこからずっとベッセルやったんですけど、今回ちょっとまたクラインに戻った感じですね。戻ってきたんですね。はい。これたまにコンセントに入らんサイズありません？クラインは入りにくいんですよ。にくい。ちょっと太いんですね。そうなんです。でそれがためにここにやっぱりか。一応こいつを控えさせてるんですよね。僕の黒金も多分太いんですよ。そう。たまに入らないんですよね。多分ねこの山のこの角度だと思うんですよね。こっちがベッセルなんですけど、ベッセルのがちょっと薄いんですよね。ベッセルやったら入るんですか？そう。ベッセルはスコッと入るんですよ、綺麗に。コンセント工事する人におすすめはベッセルと。ベッセルですね。ベッセルやし、なおかつ僕ら普通持ってるの2番っていうマイナスじゃ、2番っていうか6だったかな、太い方じゃないですか、これのもう一個細いタイプがあるんですけど、5番でしたかね、あれの方がフィットするんで、あっちを住宅とかでその埋め込みよくばらす人はあっちをやっぱみんな持ってますね、わざわざ。はい。それがね、多分この宝山のこの先端のとほぼ同じサイズなんですよね、マイナスが。これはなんやかんやあったら便利ですよね。これは結構使いますね。値段考えてもやっぱ持っとくべきかなと思いますね。でもこれのいいとこは片手でできますもんね。そうなんです。ここでマイナスやったら胸に当てながらとかで、そう、こういう作業になるけど、これが一つでできると。親指入れてズボっていきますからね。しかもこういうところにかけとけるからね。これ5、600円ですもんね。それぐらいですね。これは1個持ってて損ないですね。TK200 安いです。電気工事し受ける時もこれやったら結構便利。何番でしたっけこれ？16ぐらいでしたっけ、ロックナットの番号ね。ここがロックナット回すとこで、ここが10かなんか回せるんですよね。そこ8、10か。あれですよね、トルクビスですよね、ボッコンとかの。そうです。あれ飛ばすための。8かな。8の。これはリングスリーブを押さえるとかね。小スリーブがそのサイズでしょ。小スリーブか。で、この流れで、ドライバーがなんで2個あるんですか？ちょっとメーカーさんには申し訳ないんですけど、こっちが叩くようなんですよ。もう本当は貫通ドライバーに変えたかったんですけど、これが前使っててちょっと先端がへたってきたやつが叩き用になってたんで、もうそのまま使ってるんですけど、どうしてもねクラインこの樹脂なんで、アクリル樹脂なんで叩けないんですよね。叩けないですよね。だから叩く用でまた別でマイナスもう一本持ってるっていう状態ですね。どうですか、クラインで叩き用が出たら欲しいですか？クライン叩き用出たら買いますね。やっぱ合わせたいんでね。なんで作らんのかなと思うんですけど、ないんですか？向こうでそういう文化がないんですかね、叩くっていう。僕はもうずっと貫通使ってきてるんで、なんかクラインはかっこいいなと思うんですけど、ここだけなんですよ。ここをやってくれたら買いたいんですけどね。ちょっとさすがにちょっと見本のメーカーじゃないから僕らの声は届きにくいかなと思いますけど、クラインに入れときます。はい、出たら買います。ここは何にも刺さってない、こことここは何も刺さってないんですけど、ここが開口とか多い時に、引き回し刺さったり、ハサミ刺したり、あと圧着作業やる時にアッペン刺したりとか、アッペン刺さります？アッペンね、ミニのアッペンあるじゃないですか。それこことここに綺麗に刺さるんですよ。ミニっていうの2までこれぐらいのサイズのやつあるじゃないですか。ちっちゃいハンディサイズの CE 握るやつとか、リングスリーブで中までのやつとか。でもね、僕ねそれ耳切ってたからな。ここ切ってるんやね。そうここをね切るとね入るんですよね。そういうことね。それでみんな切ってんね。そうですね。確かにここが邪魔しておるんですよ。ここをね飛ばすとね綺麗に入るんですけどね。ちょっとそういう改造してあげないといけないんですけど、入るんで。刺してる人とかも多いですもんね。そうですね。だから大きいサイズになったらもうその刺し方ですね。あとエアコンやるときここにモンキー刺したりとかしますんで。その日の仕事内容用にそうですね。都度開けてるというか入れ替えれるように開けてる状態ですね。トミネラボですね。そうですね。それはトミレンさんの限定のワッペンですね。神田コート。神田さんでお世話になってるんでいただきました。これいるっすよね。それは便利です。たまに現れますね。この板がいるとこ。しかも磁石になってるんですね。これ先端磁石がついてて、いらない時これ外せるんで。すげえ。これ便利です。これアネックスやったかな。もうこればっかり使ってますね。いいですね。これはいいです。あとそれ用の、
ビットがあるんで、あ、マイナスであったり。マイナスとか、まあ、3番とかこれ1番ですけど一応持ってます。へーまあ、であと車に六角もあるんで、はいはい X のやつこれあったら狭いところでも何でもいけるんで。そんな値段も高くない感じですかね。それ、はい、1000円ちょっとぐらいやったと思います。買えるですね。手書き失敗した時用に消し込むですね。消しゴムは入れます。そうなんですね。使いますこれ。それはこの間4日連続使いました。コーキング。コーキングヘラ。手ではやらないタイプですか？手ではいかないですね。あーもうマスキングしてヘラでいっちゃいますね。どっちの方が綺麗なんですかね。まあ慣れでしょうね。僕もヘラで慣れちゃったんで。で、それで綺麗にいくため用にもちょっとヘラも改造してあるんで。どう改造してるんですか？先端のこれ、普通は、こういうかまぼこ型なんですよ、先端。はあ、はあはあ、丸いんですね。丸いです。それ、この形やったら角にフィットしないんで、ちょっと削ってフィットするように形変えてるんで。そういうことですね。これはガラス屋さんにこれを教えてもらいました。そうやった方がいいよと。これの方が絶対ええでって言われたね。あとはまあサンダーで削って終わりですけど。奥深いですね。コーキング一つにしてもね。そうですね。ほんま上手い人めちゃくちゃうまいんで。ね、これは感覚的にテスターやな。まあまあ基本のというかね、皆さんも持ってるテスターですね。僕は日置派ですね。良きいいですね。便利です、そのテスターは。ね。あとこれいらないやつじゃないんですか？あ、引き回しの替え刃か。あ、買えばか。電光ペッカー。いるやつやね。お、ビクタいや、それは富士屋です。ー。あれ新しく出た色近いやつじゃないんですね。これは違うっす。昔からのやつですか？これは前からあるやつらしい。へ富士屋の、FVA101。ははは。これも、たまたま、ちょっと関東行った時に職人さん持ってて、はい。知らなかったんですよ。このオレンジのストリッパーがあるの。僕も初めて見たかもしれないです。しかも、ここだけの話、ちょっと富士屋の営業さんに、はいオレンジの富士屋のストリッパーないのって話して、はいはいオレンジはなーみたいなこと言ってたんですけど、ポソッとあったんですよね。ほう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 。で、慌ててちょっと神田さんに言って問い合わせて取り付けてもらって、買っちゃいました。あややんからしたら嬉しいですね。ついに見つけた感じでした。新しく出てるやつはザ・オレンジじゃないんですか？ビクターのはないですね。ないんですか？ないです。青とか赤はあるけど。そうですね。これの色違いが黒金であったりビクターであったりですね。そういうことですね。筐体は一緒なんで。はい。で、これはまあまあもう定番になってきましたね。みんなつけてる。デンさんの。最近なんかバリスティックのが出てるみたいニックスですね。のやつ出ましたね、ついにね。買わないですか？ちょっと悩んでるんですよね。今これで収まっちゃってるから。だいぶフィット感が良すぎるんで。めっちゃフィットしてますね。もう綺麗にはまっちゃってますね、これ。自分でやったんですか？鍋で。いや、これ全く何もしないです。何もしてなくてはめ込んだだけ。多分車積んでたら、車内熱でいったかなって感じですね。これもしかしてつぼちゃんですか？これもしかしてつぼちゃんですか？はい。坪さんのブライト900っていうめちゃくちゃ削れるやつです。これ増田2期が初め買ったやつですよね。増田2期におすすめしたの僕です。実は確か増田2期より若干早く買ってたと思うんです。増田2期なんか自分が走るみたいな感じで僕の YouTube で紹介してましたけどね。いやでもね、存在はね2人とも同じぐらいでから知ってたんですよ。ただ手にしたタイミングほぼ同時やったんですけど、やっぱあれっすよねみたいなので盛り上がったことありますよ。まだ僕しか持ってないんでぐらいの勢いで2期はあんまり言うんじゃないかな。もしかしたらタッチの差で向こうの方が早かったかもしれない。でその後に松本さんに「ゆうくんこれすごいよ」って言われて、さすがやな、兄貴よしっとんな。もうでもそれマスター2期ので見たよみたいなまあちょっとじわじわ広がっていってますね。でもね、安い買うのは絶対これがいいですよ。コスパ考えても寿命長いし、やっぱ結構よく削れるんでストレスないんで。確かに削れそうな感じがします。僕ももうヤスリ歴長いんでこのザラザラ感削れますね。なんかね、このメッキが強いらしいんですよ。このメッキのおかげでなんか目詰まりしにくいし、刃こぼれしにくいってメーカーさんがおっしゃってました。ブライト900。ゆうさんは持ってるんですか？僕はね、ヤスリはいっぱい持ってるんですけど、つぼさんは持ってないですね。歴は長いけど。歴はなんかいろいろ買ってるけどね、ネグロスのやつとかも買ったんですけどね。ダクターヤスリありますね。残念ながら使いにくかったです。あれはもうちょっと改良してほしいですね。
あれはちょっと使いにくかったね。惜しいなってとこですよね。そうなんです。発想はいいんですけどね。うん。なんかな、こう L 型になってハンガーレール用にちゃんとしてくれてんねんけど、なんか使いにくいなっていう。なんか削ってるというか、ただ滑ってるだけの感覚なんですよ。そうなんですよ。結局時間かかってるような気がして、うん。ネグロスさん改良お願いします。期待してます。はい。ライト好きですね。ライトはもう必須なんで。あ、それね、ボタン横なんですよ。あ、でここで調整。いや、調整もこっちなんですよ。これ何なんですか？そっちね、ブーストモードって言って、はい。一発でマックスで光るんですけど、そはいっちでやるとすぐ電池切れるのと、こいつがめちゃくちゃ熱持って壊れちゃうんで、はい今その後ろのボタン封印してます。あ、回路切ってるんですか？はい。広角とかはないんですねそ。れはないんですよ、そいつはね。もうあれっすね、電池入れる時代って終わりましたね。そうですね。これも USB でしょ？それも USB です。ねタイプ C なんで、まあだからやっぱね、車で充電できるっていうのは大きいですよね。お、めっちゃ明るいやん。あ、こうやったらめっちゃ明るいなんですね。そうです。あと長押しでこうじわーっと無段階調整できるのもあるんで、一回つけて、一回つけて。長押しすると徐々に明るくなってくほら。る。で、点滅したらそれがマックスなんですよ。ここれはいくらですか？れは高いですね。これ高い1万円ぐらい。高っ。スルーナイトっていうやつなんですけど、おお。1万円。多分ね、キャンプとかね、ミリタリー系好きな人は知ってるメーカーなんですけど、ほうアメリカの警官とかが使ってるやつなんですよね。この1万円に2000円で買ったらどうしようかやってみましょうか。おちょっとね、カメラなんでね、明るさは僕らの判定になるんですけど。いいですか？そっちもいいですか？2000円の。2000円じゃあそれ1000円か。これ2個で1000円ですけどね。じゃあ、こっちのマックスいってみます。これがマックスですね。今これぐらいです。あ、やっぱりこの1万円の方が明るいね。ただまあ、ここピンポイントですよね、ライトやからね。ねえ。やっぱり明るいわ。まあでもこれでも照射範囲広いんで、この価格円のやつ。確かにね。天井裏とかね、かなり広く照らしてくれるんですよ。へー500円やけど。範囲はこっちの方がいいですね。そうですね。でも狭いとこを明るくするのはこっちですね。そうですね。ってことでした。まあこれは基本のというかね、みんな持ってるまあ、持ってないとね。怖いです。まあもうこれね、もう何回も僕のチャンネルでやってるんですけど、こうやって使うやつです。この前ハッシーが僕の YouTube やってくれた時に、はい。これね、電線の外に当てても光るんですよ。ああ、すごい誘導でね。普通やろみたいな。いや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 。マッサージ機に突っ込まれてて、ハッシーそれ普通のことやで、マッサージ機も。まあ、電気屋さんにとっては普通かもしれないです。あれは検電機天然ですね。検電機もいけるやつなんで。青でライト付き、なんかおいいねこれ。はい。で、VA の上からいけるんで、 VA の上、 VA 被膜にポンって当てれるんですよ。被膜にポン、どういうこと？通電してる被膜にポンって当てたら上から来てるか来てるか分かるんですよ。普通の検電機で分かるんです大概。大概。うんまあ、あ、ごめん。水たまりでもかける田島。へえ、こんなんもあるんですね。そうですね。それはまあ、もらったやつですね。あ、これポンチですね。あ、それポンチですけど、ちょっと先端が尖ってないポンチですね、これ。何に使うんですか？これは、コンクリートとか、壁はあ開けるときに、そのポンチ打つやつで、鉄用のポンチはまた別で、ドリルの箱に入ってるんですよ。え。飛びさんが使うような感じですね。アンカに近いかもしれないですね。ー打つ時のね。本来なんかピン抜きらしいんですけど、なんかこの機械とかのははは。軸止めてるピンに抜くために。はいはい。で、ダストか。そうか。ドライバー。これはあれですね。手袋のそうですね、テレ袋挟むためにつけてるやつです、ね。こういうタイプもあるんですね。それもともとなんかテントを引っ張るためのやつらしいんですよ、これ。へえ。あ、本来の用途とはちょっと違う。はい。それで僕の気づく範囲はというか、だいたい見たんですけど、はい。あとなんかこう、これも変わったのあるよみたいなのあります？あ、ちょっとね、よっチャンネルさんの方でもやったんですけど、こ伝説の。のスケールに違和感を覚えないですかね。なんかこう、ないなっていうのは見えますね。そうですよミスだけが見える。普通のスケールのクリップってこっち面についてるんですよ。はいはいだから、こうじゃないと引っ掛けれないんですけど、ああ、確かに。それを反対向きにフックつけてるんで、はい。でこうすることによって、まあ、右利きの人って大体普通左に持ちますよね。はい。で、伸ばして、まあ、毛書きして、
で収めて、まあ、右に戻す人は右手に持ってこうする、はい引っ掛けると思うんですけど、左にする人って引っ掛けてる人ってこの収めた状態から左に引っ掛けようと思ったらほうほうほう一回こうひっくり返さないと引っはい掛けれないじゃないですか。でこのひっくり返す動作が煩わしいのと、はよくこれで落としおったんであーそれが嫌で反対側にフックを移設したんですよ。1秒ぐらいの変化ですけど、もうこれだけかなり秒を大事にしてると。いやこれだけねかなり違うんですよ、ちゃいます？特に長尺の上登ってる時に、はい。ポロッと落としたりするあとーまあ落下防止つけるって言われる話なんですけど、まあ、落下防止って言っても落としたらまたこう持ち上げなあかんじゃないですか。それが煩わしいんでもうすぐ出して伸ばしてまた収めれるようにこれちょっと反対右に改造したんですよ。あ確かに僕は右につけてるんで伸ばしてこう持ち替えてこうやね。そうですね。なんかこれがなくなるってことですね。そうですね。でこの時に落とすと。そうそれとかまあ、はい左につけてる人はまあ戻してこう回さないとつけれないんで、はいこの回す時に手から落ちるっていうのがあるんで、それが嫌なんで自分で付け替えたんですけど、意外とねでもこの左手で使えれるようにこっちにフックをつけてくれっていう職人さん多いみたいなんですけど、そうなんですか。まだメーカーさんとこも採用してないみたいなんで採用してほしいですね。してほしいですね。で左利き用になるとこのメモリが逆になるらしいんですけど、左利き用ではなく左手用やりてるよ。が欲しいっていう話らしいんですよね。左手で使う。別にメモリは逆向いててもこう読めるんで、確かに。なのでこっち向きにフックをつけれるか、もしくはもう付け替えれるコンベックス出してほしいですね。ここに飾りとかもあったりですね。そうですね。ここに大松みたいなそうですねピュンってつけれるやつとかね。そうですね。付け替えれるやつだったらこっちとこっちのねフックと化粧のカバー入れ替えれるようにしてくれたらね、もうちょっと見栄え良くなるかなと思うんで、上から装飾うん、品みたいなのも出してくれたりですね。出してほしいですね。これは、どっかのメーカーさん待ってます。お願いします。ということで腰道具ありがとうございました。はい。あややんはこの腰道具以外にもね、亀甲縛りとかあとは金車とかね、結構その電気の技術的な動画も僕配信してるんで、そういうのでも協力してくれてます。でね、僕らの方でねちょっとやりたいことがあってね、高校生とかのねはい。とこにね、行きたいですね。講座というかまあ僕ら電気屋とかまあその建築業界はそんなまあ確かに汚い職場ではあるけども、昔みたいにそのおっちゃんばっかりじゃないし、まあ僕もゆうさんも今そうですけど、はいまあ作業服とかもかっこよくなってるんで、そういうなんかファッション系も見た目もかっこいい職人さんも増えてるっていうのとちょっとアピールしたいなっていうのはありますけどね。それで現役の電気工事職人にちょっとスピーチしてもらいたいとかね、ちょっとした講座してほしいという学校があれば、ぜひ連絡ください。お願いします。はい。ってことで、あややんの、革の腰道具編はこの次にまた配信しますので、ぜひ見てください。お願いします。で、あややんのインスタとかツイッターとかは概要欄に貼っておきますので、そちらも見てもらえたら嬉しいです。ぜひ登録、フォローしてください。じゃあ最後に一言お願いします。はい、自分の趣味もあって腰道具組んでますけど、まあ一番は仕事しやすい使い勝手かなと思うんで、まあニックスにこだわらず皆さんちょっと自分で考えて腰道具楽しんでもらったらなと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。とりあえず面白くしたいです、電気屋を。